皆さんこんにちは。ダンズダイナーの土橋です。そしてカメラマンのかずみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はたった2つの手間でプロ級に美味しくなるエビマヨを作っていこうかなと思います。エビは好き？そんなに大好きということで作っていきましょう。じゃあまず材料を紹介したいと思います。今回使うのはバナメイエビなんですけど、エビマヨはソースと衣が主役みたいなところがあるんで、どんなエビでも大丈夫です。今回は特大を用意しましたんで、できるだけ大きいエビの方が食べ応えがあって美味しいと思います。と、あとは付け合わせのレタス。で、ソースなんですけど、マヨネーズ、醤油、塩コショウ。そして今回使うのが赤酢ですね。普通のこういうお酢を使ってもいいんですけど、お酢は米からできてて、赤酢は酒粕からできてるんですよ。で、これ何が違うかっていうと、酸味がやっぱ赤酢の方がまろやかですごく美味しいんですね。エビマヨっていう結構まろやかな料理を作る場合は、酸味を抑えながらお酢の味を残したいっていう感じで赤酢を使うといいと思います。じゃあまずはエビの下処理からしていきます。エビは足をこうやってちぎって、エビの身をグリンと回す感じで取れます。で、好みによるんですけど、このエビの尻尾をつけたまんまエビマヨとかエビチリを作る場合は、尻尾の殻の中に水分が入っちゃってて、揚げたりとか焼いたりした時にバーンって弾けちゃうんですよ。で、これを防ぐために包丁のこの刃先を使ってこうやって水分を出してあげる。こういう感じで処理してあげると油跳ねが少なくて安全に調理できると思います。今回ちょっと尻尾使わないんで取っちゃいます。こんな感じ。綺麗に取れるものなんだ。そうなんよ。ね、ちょっと可愛いよね。サイコパス。全部剥いていきます。あんまり言うもんじゃないけどさ、この状態で見るとさ、カブトムシとかの幼虫に見えてくる。やめてくれ。料理動画なんだって。今んとこあんまり美味しそうじゃないんよね。今美味しそうに見えとったらそれこそサイコパス。はい、じゃあこんな感じでエビが剥けましたら背わたを取っていきます。人間で言うと腹わたとか言うんですけど、エビは背中にその臓器が入ってます。真ん中に1本包丁で線を入れて、ここに背わたが入ってます。これを包丁でこう取っていくと。人によるんですけど、お腹の部分にもこういう黒い線が入ってます。これもちょっと見栄えが悪いんで取っちゃいます。こんな感じ。こうやって手に持って包丁でやるのもいいんですけど、ツルツルなんでガッガッっていっちゃう可能性があるんで、やっぱまな板を使って1本線を引いた方がいいです。ちょっとこの部分の名前調べてよ。はい。エビの背わたにあるのは、消化管ですね、いわゆる。でですね、腹側にあるのは、中枢神経系です。中枢神経系ってなんか気持ちいい。何が五感的に。五感的に。根伝永年資材法みたいな感じだ。で、さっきので言うと、消化管だったら、砂とか、いろいろ消化物が入ってたりするんで、味にえぐみが出たりあって、今取ってる腹側のやつは中枢神経なんで、味に影響出るようなものは特に。じゃあ別に取らんでも美味しいっちゃ美味しい。美味しいと思う。これでエビの背わたの処理が完了しました。このエビを洗っていきます。ボウルにさっきの処理したエビを入れて片栗粉を投入します。普通洗わないんですかね。なんか洗う人もおれば洗わん人もおるね。エビ臭さみたいなのを消すために洗います。片栗粉と塩です。を入れて揉み込みます。で、こうすることによって塩の浸透圧やら片栗粉の吸着力でエビのそういう成分、臭い成分とか汚れとかを吸い取ってくれるみたいな感じ。エビの身を潰さないように優しく揉み込んでいくと。ここまでなったら水で洗い流していきます。水を入れるとこんな感じで濁るんで、この濁りがなくなるまで洗い流していきます。こんぐらいまで水が透明になったら OK だと思います。で、さらにここで水気を取ったエビに牛乳を入れます。で、これなぜかっていうと、この牛乳のタンパク質とか脂肪分とかがさらにエビの臭みを取ってくれます。これで浸した状態で30分から1時間置いておくと、もう大体臭みは取れます。ただし、やっぱその臭みは取れるけど、ミルク感が結構現れちゃうんですよね。なんで、今回作るエビマヨとか、クリームシチューとか、あとグラタンとか、そういうのにエビを使うときは、この方法で処理した方がいいと思います。じゃあ、このまま30分ぐらい放置していきます。
エビマヨで白米食べれない人っているんですよ。なんかどういうこと？なんかマヨネーズを作った料理でご飯を食べれない人って結構おって、なんでそういう人のためにエビマヨと一緒に食べれる料理も並行して作っていきます。じゃあまずはニンニクですね。みじん切りにしていきます。まずフライパンに玉ねぎとニンニクを入れてあげます。今こういう冷凍のアボカドが売ってあるんで、これを今回使っていきます。タコライスの準備もできたんで、オニオンスープを作っていきます。繊維を断ち切るように、まずは水、そのままもう入れちゃいます。玉ねぎを。そしてこれを火にかけて沸騰したら、お水 300ml に対してコンソメ顆粒を小さじ1杯入れます。それでもうオニオンスープは完成です。牛乳を流したエビがこれですね。で、ここに砂糖をこんぐらい。で、塩。こんぐらい。ここに卵ですね。卵白のみ。エビにまとわせるような感じで、これでまたちょっと5分ほど置いときます。で、その間にですね、エビマヨのソースを作っていきます。はい。まずはマヨネーズを大さじ3ぐらい。こんなもん。ケチャップを小さじ1よりちょっと少なめ。こんなもん。塩コショウ。醤油も小さじ1よりちょっと少なめ。砂糖を小さじ1。ここで登場。赤酢ですね。赤酢は酒粕から作られてて、酸味が少ないお酢になります。違う？全然違う。飲み比べしてみましょうか。赤酢っていうだけあって結構赤みが強い。よう飲んだね。飲めるもんだよね。飲めるもんじゃない。次、赤酢。どう？赤の方が辛いけど尖ってないっていうか、むせ返るほどやっぱまろやかってことなんだな、それが。だいぶ変わりそうね、これだと。でしょ？全然違いそう。赤酢を小さじ1/2。これを混ぜていきます。これでソースは完成ですね。はい、ここに片栗粉を出して、このエビを片栗粉にまとわせていきます。ね、今ね、撮影しながらやけん時間度外視でやりようけど、やっぱ世のお母さん方はね、時間を気にしながら作ってるわけなんで、すごいですよね、やっぱ。母ちゃんすごい。母ちゃんに感謝もしたところで、フライパンを温めていきます。ここにやっぱり僕はオリーブオイル。油をなみなみに入れて、エビを揚げるレシピもあるんですけど、もう油の後処理って結構めんどくさいんよね。なんで、今回は揚げ焼きみたいな感じで、作っていきたいと思います。こんぐらい。中火ぐらいでじっくりと焼いてあげます。油の音。盛り付けは、お皿にレタスをパパッと敷く感じでいいと思います。エビがいい感じになりましたんで、余計な油をキッチンペーパーで拭き取ります。ここで火を止めて、ここに先ほど作ったエビマヨソースを流していきます。じゃあこれを盛り付けていきます。さっき余った卵黄ですね。はい。はい、これでエビマヨとタコライスとオニオンスープの完成です。じゃあそれではいただいていきましょう。じゃあエビマヨからいただきます。はい。俺うまいもん食った時って、
葉より先にね、笑顔が出るわけよ。満面の笑顔やったね。やろマジでそう。うん、言葉とかいらんじゃん。じゃあ次、タコライスとオニオンスープですね。いや、どういう食い方してんねん。いや、なんか全部乗せで食いたい。まあ、うまっ。なんかポイントあったっけ？もう玉ねぎ入れてコンソメ入れただけなんで。言うべきことはないです。あごちそうさまでした。ごちそうさまです。美味しかったね。美味しかった。本当に。マジね。赤酢いいよね。赤酢美味しかったね。うん。結構時間はかかるんですけど。まあ言うてエビなんてつけとくだけじゃない、時間かかったのって。そうね。お子さん迎えに行く前とかにつけておいて、帰ってきてからもうパッてエビマヨ作ったりもできるんじゃないかなって。そうね。ぜひぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、先生は片付けの方へ。すいません。はーい。